はじめまして。こんにちは、マーです。今日は私目線で見るブラッドボーンの魅力を伝えていきたいと思います。世界観は19世紀英国ビクトリア朝をベースにしたこのような感じの新ゴシック様式の架空の都市ヤーナム街を舞台としたアクション RPG です。新ゴシック様式というのは昔の西洋フランスとかになりますね。私が最初にねブラッドボーンをプレイする前に感じていたイメージはもうねこのパッケージからね暗くてねホラーのおどろおどろしい感じが伝わってきて、きっとね男女関係なくホラーが苦手な方はまず好んで手に取らないであろう部類のゲームだと思いますが、でもねまあやってると正直慣れます普通のアクションゲームと同じ感覚でね敵キャラや世界観にね自然と慣れていきますね。何度も同じ敵と戦っているとね怖くなくなってくるどっちかっていうとどうやってこの敵の攻撃を今の瞬間避けて攻撃を入れようかなという自然と怖いよりも集中することを優先的にする自分が出てくる感じですかね。私は自分の初配信の時ですね怖くてヒヒ言いながらプレイしていたんですが、何度もねボスやね普通の敵にやられているうちに攻撃パターンが読めるようにいつの間にかねなってきて、避けれていたり攻撃して敵をねそのまま倒せるようになっていました。自分の成長を実感できるとてもいいゲームだと思います。はい、戦闘ですね。他の死にゲーをね経験している方でも難しいというほどのブラッドボーンの戦闘難易度ですが、やってみると確かにね難しく、中にはね倒すのに数日かかったボスもいますね。ただどのボスも特定の攻撃の前には予備動作があるので、敵の動きをよく見てやるべき操作をミスしなければ必ず勝てます。だからね何度も挑戦するのがねこのねブラッドボーンと言わずとも他の死にゲーの醍醐味かなと思いますね。私が個人的にね戦闘について楽しめたところはスピーディー、非常にスピード感のある戦闘で操作してても見栄えするというかすごくかっこいいんですよ。でかっこいいし盾とかはあるんですけど銃を使う機会の方が格段に多いので、もう守りとかに入ると途端に自利品とかになってしまうんで、攻める姿勢でいかないと負けるっていうゲームかなって思います。でもそこがすごく魅力的、他と違ってもうやられる前にやれですねそれがすごく新鮮でしたね。初めてやる部類のゲームでした。そういう感じのゲームは、そこまで持っていくのが大変ですが、徐々に動きが読めるようになってついにボスを倒せた時の達成感、達成感は他にね変え難いものがあります。武器について簡単に言うと、他のゲームの武器より殺意がある外見、見た目だったり変形もするしかっこいいという点ですね。武器がいいという点は、重化した人間を狩るための武器はノコギリやナタなど一般的な武器のイメージからは少し外れたものが多いです。狩人が使う武器は仕掛け武器と呼ばれていて、多くの場合形が変形します。武器は特殊な効果やリーチの長さを変化させて使うことができます。中にはその変形は無理なんじゃないのと思うような無茶な形の変形をする武器もあり、明らかに振り抜いた後の変形する時のモーションのかっこよさや殺意の高さにこだわったところが、変形ができるかどうかという理屈よりもロマンを追い求めた姿勢が個人的にはとても好きです。
簡単に言うと、ガッチャンガッチャン変形してかっこよすぎだし、それが見た目がね、普通じゃない武器なら、もう拷問器具のような武器ならば、なおのことかっこよくて男心をくすぐられるよねって思いますね。まあ私は女性ですが、女性でもこういうの好きな方はとても好きだと思いますね。ファンタジーの作品では定番の剣や槍ももちろんありますが、さっきも言ったように変形によって剣から大土になったり、槍に銃が仕込んであったりと、一癖ある変化をするものが多いですね。また全部の仕掛け武器には個別の攻撃モーションがあるので、それぞれの武器をプレイヤーが使い込んで自分に馴染ませていく楽しみがあります。私は癖のある武器とない武器両方使っていますが、敵との距離、攻撃のタイミングなどどちらも全く違った戦い方ができるので、2周目に入っても違う武器で新鮮な気持ちで楽しめていますね。また右手に持つ変形する仕掛け武器に対して左手に持つ獣狩りの銃などを使っていくのも狩人ならではのポイントです。ノコギリや剣よりも銃の方が遠距離だし効率的に敵を倒せそうな気もしますが、銃器は基本的にサブウェポンという位置づけになります。それには理由があって、敵が攻撃するモーションに入った時、タイミングよく銃を当てるとカウンターで致命攻撃を入れることができます。まだまだ話し足りないことがたくさんありますが、今回はこの辺で終わりにしていこうと思います。これからもこういった動画をね、作っていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価してくださるととても励みになります。ではでは、まあでした。バイバーイ。